こんにちは、お手紙ヤギです。10月の頭に編み物と糸紡ぎを含むハンドメイドのイベントが2つ横浜で毎年同時期に開催されています。素材博覧会と東京スピニングパーティーというイベントなんですけど、何年か前から私にとっての恒例行事になっている、すごく楽しくてたくさんの魅力的な素材に出会えて創作意欲をかきたてられるイベントになっているんですけど、2024年の今年も2つとも参加してきて、いろんなものにまた新たに出会うことができたので、今回私が購入したものをシェアしようと思います。よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まず素材博の購入品からご紹介していこうと思うんですけど、横浜の素材博は毎年年2回この時期と2月に開催されています。今回の参加がもう何回目になるかちょっと覚えてないんですけど、毎回本当に楽しみにしているイベントで、毛糸屋さんに関しては毎回 5,6 店舗ぐらいのブースがいつも出ていて、その半分ぐらいが毎回出ている常連のお店で、残りの半分が新規のお店っていう感じかなと思うんですけど、今回は日本防具社さんがやっている毛糸屋さんのケイトさんが初出店されるということだったので、編み物関連のお店ではケイトさんが楽しみにしていました。素材博に参加するときはいつも何かしら自分の中で目的を設定して買い物しに行くことが多いんですけど、前回は手編みのウェアに合わせるアクセサリーを作りたいということで、その材料っていう目的で買い物をしてきて、今回は最近購入したパターンブックからビーズとか刺繍レースとかいろんな装飾を施すパターンを編みたくて、そのために必要な材料を買い集めるっていうのが一応主な目的にしていました。で、今回は割とサクサク決断できて、すぐに目的にしていたものを買うことができたし、予算的にも控えめにしていたので、その後いくつかその場で気になったお店も見たりして、いろいろ他のものも購入しました。では早速ご紹介しようと思います。まず毛糸以外のものから紹介していこうかなと思うんですけど、毛糸以外で購入したのがこちらの1,2,3,4,5,6点ですね。まずはじゃあこれからいきますね。まず一つ目がこちらの松のビーズのカットオフという種類のビーズ、これの 20g275 円っていう品物をまず買いました。ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、こんな感じのビーズです。竹ビーズっていうのに似ているやつなんですけど、大きさはだいたい丸小ぐらいのサイズのビーズですね。シルキーっていう色のものを買ってきました。最近購入したパターンブックから編みたいものっていうのが、このメモリーレーンっていう本を最近買ったんですけど、その中に載っているウィングスっていうちょうどこの表紙のパターンですね。このパターンって全体にビーズが編み込んであって、ちょっとキラキラした感じの編み地のプルオーバーなんですけど、これを編みたいなと思って、この散りばめられているビーズを買ってこようということで選んできたのがこれです。で、実際に素材博に行く前にちょっとスワッチを編んでみたりしたんですよね。で、このスワッチは家にあった手持ちのビーズをちょっと編み込んで作ってみたりしたんですけど、この編み地を実際に持って行って会場でこういろんなビーズを当ててみて、これがいいかなっていろいろ悩んで決めてみました。で、またこのビーズを実際に使って同じようにスワッチを編んでみようかなと思っているので、その出来上がりはまた別の動画でご紹介しようかなと思います。
で、このビーズを買ったのが、ビードアート神戸さんっていうお店で、素材博の主催のお店なんですね。なので、いつも会場の一番手前に結構広いスペースを使って出ているブースなんですね。すごいたくさんの色も種類も豊富なビーズがずらーっと並べられているので、とても見応えがあって、なんだかんだ必ず物色していくブースです。ということで、一つ目に購入したのがこのビーズですね。松のビーズのカットオフっていう種類のビーズを買いました。で、続いて一気に3つ続けてご紹介するんですけど、まずはこれも同じくビーズなんですけど、黄みの強いゴールドの色味の大きさがだいたい丸大ぐらいかなと思うんですけど、ビーズですね。これは別のお店で購入したんですけど、エイムさん。ここに載ってますね、店名。AIM でエイムさんっていうお店で購入しました。ガラスビーズって書いてありますね。このお店は今回初めて利用したんですけど、後から調べてみると札幌に実店舗があるお店みたいですね。主にビーズを取り扱っていたブースです。で、続いてこちらです。この刺繍糸なんですけど、ラメステージパールダークっていう名前のセットで購入しました。刺繍糸です。これわかるかな？ラメが入った刺繍糸なんですけど、これがお店の名前なんですけど、エンゼルキングさんっていうところでお買い物しました。こんな感じの結構こういうキラキラしたラメが入っていたり、あと糸自体がゴールドとかシルバーの色のキラキラした感じの刺繍糸をメインにしたブースでした。で、こういう少量の、これシガレット巻きっていう名前がついてるみたいなんですけど、このシガレット巻きが5本セットになった商品がメインで、いろんな、ラインナップは違ういろんな種類のセットがいっぱい置いてあったんですけど、他にもこのサイズの単体で購入できたり、もっと一巻きの量が多い刺繍糸も買える商品がありました。で、このラメが入ったタイプの刺繍糸が結構いっぱい種類が多かったんですけど、その中でもこれが角度によってオーロラのようないろんな色合いでキラキラ光るタイプで、これがすごい可愛いなと思って買ってみました。このラメステージパールダークっていう種類は後でオンラインショップを見てみたら新商品みたいですね。すごい可愛いこんな感じの刺繍糸です。をエンゼルキングさんっていうお店で買いました。で、3つ目がこれです。レースですね。フリルのレースを買いました。こんな感じで、縁のところにちょっとゴールドのラメ糸が入ったレースなんですけど、こちらのお店で購入しました。これ、デュカさんで読み方合ってるかな？ちょっとわからない。多分デュカさんだと思うんですけど、このお店はなんかヴィンテージのリボンとかレースをいっぱい取り扱ってるお店で、今回の会場では入り口入ってすぐのところにありました。ここも初めて利用したお店なんですけど、今回はこんな感じのいろんな種類の刺繍とかリボンとかあったんですけど、今回はちょっとこのフリルのタイプのレースをお買い得だったのもあって購入してみました。この3つなんですけど、これももう目的が決まっていて、同じくこのメモリーレーンっていう本の中の
ドラタっていうパターンがあるんですけど、シンプルな白のプルオーバーに、この辺の身ごろのところにゴールドの刺繍糸とビーズで蝶々の刺繍がしてあるパターンなんですね。それを編みたいなと思って、その刺繍のために、ビーズ刺繍のためにこの刺繍糸とビーズを買ってきました。あと、そのパターンは、サンプル写真では、袖口のところにレースがくっついてるんですね、オプションで。で、私もサンプルのように袖口にレースをあしらいたいなと思って、ちょっと探し出してきて買ったのがこちらです。デュカさんのレース。こんな感じで、この3つ、ビーズと刺繍糸とレースはドラタというパターンのために買ってきました。続いてはこちら、ボタン2種類ですね。こんな感じのボタン2種類購入してきました。どっちも、プラスチック製のボタンですね。プラスチックにチェックが入っています。こんな半透明な感じのボタンを2種類買ってきました。こっちの小さめのパールのような色合いのボタンと、なんかこう、どこかレトロな雰囲気のある透明の茶色で、中にちょっと飾りが入っている感じのボタンです。これは、このクススさんっていうお店で購入してきました。クススさんは去年も購入したブースで、去年は買いボタンを2種類買いました。どれか他の動画でもご紹介していると思うんですけど、ブジニットさんのシャンパンカーディガンに使おうと思って、黒蝶貝のボタンを購入したお店ですね。ここのお店はボタン専門ですごいたくさん素敵なボタンが置いてあるので、今回も宝探しのようにいっぱいガサゴソ発掘して2つ購入してみました。今年のブースではボタンに加工をしている作業風景が見られるようになっていて、それがすごく物珍しくて結構ジロジロ見てしまったんですけど、で、撮影していいですかって尋ねたら、中にわざわざ入れてくれたりしたんですけど、何の作業をしていたかというと、ボタンをアクセサリーに使う人が多くて、足付きのボタンの足を削る作業をされていました。裏面をフラットにしてアクセサリーなんかに使いやすいように加工しているっていうことでした。そんなクススさんでこの2種類のボタンを購入してきたんですけど、こっちの小さめのパールみたいな色のボタンは使い道を決めて買っていて、これも同じくこのメモリーレーンっていうパターンブックの中に載っているガーデニアっていうパターンのために買いました。ガーデニアっていうパターンは、これも結構シンプルな白いプルオーバーなんですけど、この、袖口のところにこうボタンのようにビーズが並んでいて、本の中では用意するものとしてビーズって書かれてるんですけど、私はこのボタンがぴったり合うんじゃないかなと思って、これを買ってみました。そんな感じですね。あと、もう一つだけ毛糸以外で購入したものがあるんですけど、それが、この3つです。このマッチ箱に入っているもの、何かというと、こんな感じのビーズですね。チェコビーズ。これは、オータ玩具製作所さんっていうお店ですね。私、このお店大好きで、素材博に毎回出店している常連さんなので、素材博に参加するときはいつも立ち寄ってるお店なんですけど、こんな感じのすごい可愛いレトロな雰囲気の本物のヴィンテージのものもあれば、最近のチェコのビーズ、ヴィンテージ風に作られた今のものも含めてチェコのビーズを
いっぱい取り扱っているお店ですね。太田玩具さんというお店です。で、太田玩具さんはいつもこういう感じで可愛いマッチ箱に一つ一つ入ってディスプレイしてるんですね。このディスプレイがすごく可愛くて、置かれている時はこういう感じに半分開いた状態で中が見える状態でこういっぱい並べられているので、なんかすごく可愛らしくて、いつもワクワクしながら買い物しているお店です。全部で3種類今回は購入したんですけど、一つがこんな感じの、これすごい可愛いんですけど、こんな感じの透明なボタンで、なんか真ん中に花柄のモチーフが彫り込んであって、ヴィンテージっぽい茶色い感じで着色されているっていうビーズですね。これすごい可愛い。二つ目がこれです。これもすごい可愛いなと思ったんですけど、青地にゴールドで、これもちょっと凹凸感のある彫り込まれたようなビーズなんですけど、鳥のモチーフですね。これも可愛い。あとは、こういうちっちゃい可愛いビーズ。これは色が可愛いですね。小さめで水色のビーズなんですけど、ほんのり違う色も混じったような、なんかお菓子みたいな色合いが可愛いなと思って、この3種類購入してみました。特に何にするとか決めてないんですけど、多分ステッチマーカーにすると思います。ということで、毛糸以外に購入したのがこちらでした。はい、じゃあ続いて素材博で購入してきた、毛糸と羊毛を続いて紹介しようと思います。素材博で購入してきた毛糸と羊毛がこの5種類になります。じゃあまずは羊毛から紹介していこうかなと思います。こちら、フライスランド。これは羊毛の詰め放題で購入してきました。7の羊毛屋さんというブースで買いました。これは完全に衝動買いしてしまったものなんですけど、この7の羊毛屋さんの詰め放題って前もやったことがあってご紹介したことあったんですけど、今回もやっぱり出ていて、前の時は羊の品種が何だったかうろ覚えだったんですけど、今回はこんな風に羊の品種のラベルをつけてくれていたので忘れずに済んでありがたいです。ということで今回はこのフライスランドという品種の羊毛を詰め放題してきました。前に買ったものと比べると今回は結構くすみカラーだけを重点的に選んで詰めてきたんですけど、前に買ったもの本当に最近やっと紡ぎ始めて想像以上に素敵だったので結局また買ってしまいました。ファイバー使ってないものがたくさんあるし、ファイバーの買い物はなるべく控えようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、ひょんなことから少し待ち時間が発生することになってしまって、待っている間になんか660円だったらまあいいかっていう感じでちょっと手を出してしまいました。まあでもこれすごい綺麗な色なのでこのまま飾っておいてもいいし、実際この袋に詰めた状態が可愛いっていうことで使わずに飾っておく人もいるらしいです。お店のオーナーさんがそうおっしゃっていました。ちなみに私はこの詰め放題で、ここに書いてありますが 128g 詰めることができました。この何グラム詰められたかっていうのをブースにホワイトボードでねランキングみたいにしてあるんですよ。で一番詰められた人のグラム数とかが出てたんですけど、このフライスランドで一番私が見た時にランキング1位の人はなんと 220g 詰めてました。これ 128g なので倍近く詰めてますよね。すごすぎるなと思いました。じゃあ続いて
続いてはこの2つを紹介しようと思います。この2つのコーン巻きの毛糸はモンドフィルさんっていう毛糸屋さんで購入しました。モンドフィルさんのブースはこじんまりしてるんですけど、糸間に出店してたりするので結構ご存知の方も多いかもしれないお店ですね。で、このモンドフィルさんっていうお店はファンシーヤーンを結構多く取り扱っているお店で、私個人的な印象ではアブリルさんと近いイメージの品揃えのお店ですね。で、今回のブースではこの大きさのコーン巻きをこうずらーっと何種類も平置きされていて、これもすごい個性的なんですけど、他にもいっぱいなんか目を引く個性的なファンシーヤーンがいっぱいあって、ついつい引き寄せられてしまう可愛いディスプレイになってました。で、その中でも私はこのファーヤーンがすごい気になって、いくつか編み地のサンプルがかかってたんですけど、この糸で編んだサンプルがちょうどあって、それがすごい可愛くてこれを買おうと決めたんですけど、ディスプレイされていたものとは色が違うんですけど、これとこれを引き揃えて編んだ編み地がすごく可愛くて、そのサンプルの編み地と同じセットで購入してきました。なんか小さなポーチとかの小物にしたら可愛いんじゃないかなってイメージしています。ちなみに素材はこのファーヤーンの方がナイロン 100% で、こっちの糸の方がウール 80%、アルパカ 20% という糸でした。ちなみにこれ全部種類関係なく、この一つが500円。税込みで550円だったと思うんですけど、その値段もすごい手軽で、つい購入してしまう感じでした。はい。モンドフィルさんというお店のブースで買ったのがこの2つの糸ですね。最後に紹介するこの2つが、冒頭で言ってた初出店のケイトさんで、日本防具社さんがやっているケイト屋さんのケイトさんで購入してきた糸です。ウルリとセイカっていう、長谷川さんのシルクモヘアのセイカっていう糸ですね。このウルリっていう糸は、多分このラベルにケイトって書いてあるので、ケイトさんのオリジナルの糸だと思うんですけど、これが素材的にはソックヤーンに近いような感じのウール 65%、ナイロン 30%、リネン 5% という素材の糸になってます。で、糸長が 100g400m なので、本当にソックヤーンなんかと同じフィンガリングの糸ですね。で、私が買ったのは00番のきなりという色番号のものなんですけど、こんな感じの色合いです。これ遠目で見るとソリッドカラーなんですけど、こんな風に近くで見るとなんかこんなベースのきなりの色の中にすごいいろんな色が入ってるんですね。すごい奥行きがある色合いで可愛いなと思って買ってみました。もう一つはこの長谷川さんのシルクモヘアなんですけど、こっちはケイトさんの実店舗がまだあった時に実物を実際に見たことがあって、すごく色展開が豊富で綺麗な発色でずっと気になってた糸だったんですけど、今回手に取って手触りも触ってみることができて、すっごい柔らかくてツヤが本当に綺麗な糸で、これはいいなと思ってちょっと我慢できずに1個だけ買ってみました。この2つを購入した時にパッと頭に浮かんだパターンがあったんですけど、それがこのカララでいいのかな、読み方。このパターンが思い浮かんだんですけど、フィンガリングとモヘアを交互に編んでいって作られてる編み地なんですね。このパターンで作られたプロジェクトの中ですごく素敵だなと思ったものがあって、
これなんですけど、これ見た時すごい素敵で、こんな感じで編みたいなと思って、ずっと糸を何にしようかなって考えてたパターンなんですけど、このウルリの糸を使ったサンプルが置いてあって、これと同じようにフィンガリングとモヘアを交互に編んだ編み地のサンプルだったんですね。それを見て、そういえばこれって思い出したんですけど、これとこれでこのカララっていうショールを編むのもいいかなと思って、とりあえず一玉ずつ購入してみました。で、今改めてパターンをチェックして気づいたんですけど、モヘアのこのセイカの方の糸量、多分一玉じゃ足りないですね。なので、このパターン編むんだったら、セイカ買い足さないといけないんですけど、そんなパターンを編んでみてもいいかなと想像して、この2つの毛糸を買ってみました。ということで、素材箔で購入した毛糸と羊毛はこんな感じです。今度は続いて、スピパで購入してきたものを紹介しようと思うんですけど、スピパの方は、正式名称、東京スピニングパーティーは、前回と前々回と過去2回参加していて、結構その2回ともすごいブースがギュッとなっていて、ぎゅうぎゅうな感じの会場で人がひしめき合ってて歩きにくかったっていう印象だったんですけど、今回はその過去2回よりも若干会場内のスペースがゆったりしていて見やすく感じました。で、スピパでも素材箔と同様、いつも買い物の目星をある程度つけて参加してるんですけど、前々回の時は初参加で糸紡ぎもまだやったことがなかったので、基本的な道具と練習用の羊毛を購入したっていう感じでした。で、前回はそのビギナー向けの羊毛で糸紡ぎの練習を経て、今度はよりいろんな種類のファイバーを紡いでみたいなということで、何種類か羊毛とか羊以外の素材のファイバーなんかも買い物をしてきたっていう感じでした。で、今回は実は今回のスピパでは一つすごく大きな買い物を決めていて、自分の中ではそれが結構大きな決断だったので、もうそれ以外の買い物はできるだけ控えめにしようっていう気持ちでいたんですけど、で、その一番の目的の品物はまだ実物が手元になくて後日届くので、届いたらまたご紹介しようかなと思うんですけど、今回はそれ以外に購入した毛糸とかファイバーとか、あと道具と小物なんかも少し買い物してきたので、そのご紹介をしようと思っています。じゃあまず毛糸から紹介しようと思います。スピパで購入した毛糸がこちらです。もうおなじみですけど、チャッピーヤーンさんの糸を2種類買ってきました。一つがこちらがシルキーヤクシングルスっていうベースの糸で、色がマローピンクという色味のものですね。シルキーヤクシングルスはこの色味以外は全部単色だったんですけど、これだけスペックルが入った糸でした。で、私はグレー系の色味を探していて、一番グレーに近い色だったのがこれだったので、これを購入してきました。で、もう一つの方は、こっちはベイビースリっていうベースの糸ですね。モヘアみたいなふわふわしたレースウェイトの糸なんですけど、これはラズベリーっていう色味のものを購入してきました。すごい可愛い優しい色ですよね。この2つの糸は衝動買いではなくて計画して買ってきた糸なんですけど、それがどんな計画かというと、この秋冬の編み物計画っていう動画ですでにご紹介してるんですけど、このシマロンショールっていうのを編みたいなっていうお話をしてました。で、その時に
使おうと思ってる糸で、チャピーヤーンさんの同じくシルキー薬シングルスのこのアマリ糸とこのベイビースリの糸を使おうかなっていう話をしていて、ちょっとその計画の動画の中ですでに詳しくお話ししているので、ここでは少しはしょって話すんですけど、このパターンに必要な糸で在庫糸の中でこの2つの糸を使おうって計画していて、で、さらに2種類糸が必要だったんですね。このパターンで。なので、チャッピーヤーンさんで揃えようということで、今回この2種類を新たに購入してきたというわけです。このシマロンショールっていうパターンがですね、こんな感じでいろんな色になってるんですけど、この色をですね、フィンガリングとレース糸を引き揃えて、その組み合わせで色を4種類作るっていう感じなんですね。なので、この4種類で混ざり合って色を作っていく感じになるんですけど、どんな感じになりますかね。ちょっと実際買い物に行くまでは、もっとこの2つに近い色味のものを買ってこようと思っていたんですけど、ブースにある糸の中で近い色だったのがこんな感じだったんですね。このピンクとかは単体で何も計画してなかったら選ばない色味なので、すごい新鮮なんですけど、これとこれの組み合わせですごい綺麗な色出そうですよね。あと、これとこれの組み合わせで、これとこれの組み合わせと、これとこれの組み合わせって感じになります。どんな感じになるかな？すごい楽しみです。これはまた編み始めたら紹介したいと思っています。という、まずはチャッピーヤーンさんでの毛糸のお買い物でした。次に紹介するのが、今度は道具のお買い物なんですけど、こちらを購入しました。これも糸紡ぎとかされる方だったらご存知の道具だと思うんですけど、ニディノディっていう道具ですね。どういうことをするものかというと、こんな風にこっちとこっちを互い違いにしておいて、こう糸をこう巻きつけて枷を作るっていう道具になります。これが、斉藤器量店さんっていう木工の道具とシルクの糸なんかを扱っていたお店で購入してきました。私今まで糸を枷にしたい時って枷繰り機でやってたんですけど、枷繰り機中にはハンドルがついているものがあって、ハンドルを回して枷繰り機で枷が作れるようになっているものとかあったりするんですけど、私が持っている枷繰り機はそういうハンドルとかついてないので、なんかこう適当なところを持ってこうやって回さなきゃいけなくて、それが地味にしんどいなと思っていたりして、あとハンドルがついてないので、その枷繰り機にとっては想定外の使い方をしていると思うので、道具の寿命を縮めそうだなっていうのもちょっと気になってたところだったんですね。なので欲しいなと思ってたので、ちょうどよくあったので購入してきました。で、斉藤器量店さんでは、このニディノディはオーダーを受けたのがきっかけで制作したっていうお話だったんですけど、他のものに比べるとあんまり売れ行きが芳しくないらしくて、その時聞いたお話では今ある在庫を売り切ったらもう作らないっておっしゃっていて、なのでお値段も結構割安にされていたので、すごくお得に手に入れることができて嬉しかったです。でもなくなるのはすごい惜しいなと思いました。これすごい綺麗ですよね。全部金具を使ってなくて全部木材でできてるんですね。それがすごくいいなと思ったし、あと他のものがどうかわかんないんですけど、こんな感じでハンドルのところが動くのでコンパクトにしまっておけることができるのもいいなと思った品物でした。ということで、道具で購入したのはこのニディノディを斉藤器量店さんっていうところで購入しました。あとは、フ
ファイバーを2種類購入してきたんですけど、まず1つ目がこちらです。見えますかね？ジンっていう名前のファイバーを購入しました。私の動画をいつも見てくださっている方はもしかしたらピンときた方がいるかもしれないですけど、前に紹介したことのある黒木と子牛っていうファイバーを買った同じお店で違う羊のこの羊毛を購入しました。前に購入した黒木ちゃんと子牛ちゃんはすでにもう全部紡ぎ終えることができて、こんな感じの毛糸になりました。可愛いですよね。この毛糸本来の色何とも言えず可愛いですよね。でちなみにこの黒木ちゃんと子牛ちゃんも今回のスピパのブースであったんですよ。なので欲しいなって思ったんですけど、ちょっと迷ってしまったので一旦別のブースを見回ったりして、ちょっと時間を空けてブースに戻ってみたら、すでに子牛ちゃんはなくなっていて、黒木ちゃんは残り1袋になっちゃってたので、今回は紡ぐなら2かせ以上にしたいなと思ったので、2袋以上ある中でこのジンっていうこの羊毛を購入しました。スピパではこういう感じの羊本来の色の染めてない羊毛たくさん置いてあるんですけど、こういう感じで1匹の羊の子の毛糸だけで売ってるのって、あとこんな風にプロフィールも詳しく載ってるのって結構独特で面白いなと思っていて、前に購入した黒木ちゃんも子牛ちゃんも紡いだ糸が不思議とすごく愛着が湧いていて、なので今回も違うこの羊毛を手に入れてきました。お店はレアシープ研究会さんですね。リピート買いしてきました。このジンっていう名前のこの羊毛は、これがまた結構不思議な色合いで、こんな風にグレーと茶色が混ざったような色をしてるんですね。これも紡いだらまた綺麗な糸になりそうだなと思って今からワクワクしています。結構ね、柔らかいです。黒木ちゃんと子牛ちゃんよりも柔らかいかもしれないっていう感じで、まずファイバーの1種類目がこちらでした。2つ目がこれです。すごい大容量のものを買ってしまったんですけど、これが見えづらいかもしれないけど、ニュージーランドメリノですね。ここに書いてあるの見えるかな。ニュージーランドメリノでナチュラルダークブラウンですね。染めてない焦げ茶色のメリノの羊毛です。で 492g って書いてあります。492g で2460円っていうのがすごい安いなと思ってついつい買ってしまったんですけど、こんな感じです。メリノなのですごい柔らかいんですよ。これいい買い物できたなと思うんですけど、この羊毛を買ったのがクオリティヤーンダウンアンダーさんっていうお店で購入しました。今回初めてお買い物をしたブースだったんですけど、そのお店で購入してきました。このお店はメインは製品になった糸を販売していたんですけど、脇の方にひっそりとこれが置いてあって、値段見たらすごいお買い得価格だったので、と思って、残り2つになってたんですね。で、迷わず購入しました。なんかお店の人にお話を聞いたら、これやっぱりすごい安いので、もう開場して間もなく飛ぶように売れていったそうです。で、最後に残った2袋を発見して、運よくゲットすることができたという羊毛です。メリノなので本当に肌触りが
ソフトで気持ちいいです。492g あったら結構な糸量紡げるので、もしかしたらウェアとかもいけるかもしれないですよね。これ頑張って紡ごうと思います。で、最後に一つ紹介する購入品はこちらです。同じお店で購入した2つなんですけど、1つはポストカードです。こんな感じで子羊がいっぱい群れになった可愛いポストカード、スピパに行った記念に購入しました。でこちらが、これ何だと思いますか？これ石鹸です。羊由来の石鹸なんだそうです。成分のところを見るとわかるんですけど、羊油を使った石鹸で、ちょっと見づらくてわかんないかもしれないですけど、ここに太郎って書いてあって、これが羊油なんだそうです。羊油とオリーブオイルで作られた石鹸らしいです。で、香りはローズマリーとレモンマートルって書いてありますね。開けてみようかな。開けてみました。こんな感じです。香りやっぱりすごい爽やかですね。ローズマリーとレモンマートルっていうことなので、すごい爽やかなシトラス系の香りの石鹸です。なんか見た感じも触った感じも普通の石鹸と変わりないなっていう感じなんですけど、使ってみるとどうなのか楽しみですね。羊油、バー油って馬の油で作られたシャンプーとかは結構ドラッグストアで見かけることありますけど、羊油のものは見たことないし、多分スピパみたいなイベントでしかお目にかかる機会ってほとんどないんじゃないかなと思ったので、ちょっと面白そうなので購入してみました。お店は茶事面羊牧場っていうお店です。ここもメインは羊毛ですね。結構原毛に近い感じのざっと洗った羊の毛を売っているお店でした。そこでこの石鹸を購入してみました。はい、ということで今回は2024年の素材箔と東京スピニングパーティーで購入したものの購入品紹介をお届けしました。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お手紙ヤギでした。